こんにちは、たかしです。本日は4月8日土曜日、週末ですので、来週10日からのポンド円の相場の見通しをしていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは陽線、ただし実態は結構小さいんですよね。ここのところこの緑の三角持ち合いを上抜けて、そして今調整の下落中。その調整の下落が終わってそこからの上昇に入ったのかどうか、それとも調整の下落からそのまま三角持ち合いを下抜けるのかどうかっていうところを見ておきたいですね。現在冷やしの GMMA は収束はしてますが上向きに少しずつ変わってきてます。この GMMA にサポートされればもう一段高で、この高値ですね、172円ぐらいを目指してくると考えますが、今はそこが分かりにくいところ、一旦押しをつけるために下落をしたんですが GMMA に届かず今上昇してますので、上昇の力が強いと取るのか、それとも現在地での揉み合いになるのかというところです。ここから三角持ち合い上抜けでの上昇になるのであれば、まずはこのヒゲ先ですね、166.4 付近というのを明確に上抜けてくる必要がありますが、現在はもう少し今のところで揉み合うんじゃないかというようなそんな印象です。で、揉み合った後に上抜けるか下抜けるかっていうところを見ていきたい。今、冷やしの GMMA はまだ収束してますので、下抜ける可能性もまだあります。そして、ストキャスティクスはまだ下落中。過去のこの下落ですね、ここかなり汚いので分かりにくいんですが、緑丸からの下落っていうのがストキャスティクス高値圏からの下落になりますので、今回下落の幅としてはかなり少ないんですよね。ですので、もう少し下落してほしいところ、せめて GMMA に接触するか、三角持ち合いの上限にタッチするぐらいまで下落を見ておきたいです。では4時間足です。4時間足では現在こういう上昇ですね。こういう緑の上昇をイメージする人と、こういう黄色の下落をイメージする人たちに今は分かれていると考えてます。この緑の上昇をイメージする人は、冷やしの GMMA がここに通ってますので、冷やしの GMMA にサポートされて上昇する、そういうイメージの人たち。ただし今4時間足では、この押し安値っていうこの上昇ですね、直近の大きな上昇の最後の押し安値を下抜けてきてますので、そこからの下落、つまり3損みたいになって下落するとイメージする人たちに今は分かれてまして、そこで今攻防戦が行われているところです。ですので4時間足の GMMA にサポートされて上昇できるのかどうかっていうところを見ていく必要がありますね。ただし上髭下髭をかなり出していて分かりにくい相場になってますので、一旦はどこかを抜ければそこからの上昇についていく、もしくはどこかを抜ければそこからの下落についていくっていうのを決めておいた方がいいと思います。ストキャスティクスは今高値圏から下落に入りかけてます。冷やしのストキャスティクスも下落中ですので、どちらかというと下落優位だと思われますが、今 GMMA の上にも乗せてきましたので、やはり押し目買いっていうのも比較的入りやすいポイントには来てます。今はどちらと決めつけるのではなくて、動いた方についていくのが良さそうです。今は一旦この冷やしの三角持ち合いの上限付近まで戻してくる可能性、そして今すでに冷やしではサポートを受けてそこから上昇する可能性というところを考えておきたい。現在はオレンジの平行チャンネルの中に戻されてきてますので、一旦はセンターラインを目指すと考えております。赤の点線がしてあるところがセンターラインなんですね。現在地で言うと 162.3 とかその辺になってくるんですが、そのあたりを目指してくると考えてます。で、ここからどうなるかですね。ここからもう一度高値を超えるような上昇になれるのかどうかというところに注目ですね。もし深めに下落するのであれば、この水色のラインですね。ここは冷やしの三角持ち合い上限になりますので、そのあたりまで戻してくる可能性も十分あります。ですので、オレンジの平行チャンネルのセンターライン、もしくは水色のラインぐらいまで、そのあたりまでの下落を一旦は見ておく。そこから次どうなるかっていうところに注目です。では1時間足です。1時間足はかなりじりじりと分かりにくい動きをしてますよね。ですので、こういうところでは手を出さないのがいいですね。今は上髭、下髭、4時間足とかで見ていても、上髭、下髭がかなり出ているのが分かりますので、こういう分かりにくい相場では手を出さない。まずはですね、この黄色のラインですね、これを下抜ければ一旦下落していくと考えるのが良さそうですね。その場合は先ほど言ってました4時間足のセンターライン、この緑丸付近ですね。ちょうどこの辺付近に平行チャンネルのセンターラインがあるんですが、この緑丸付近までは下落すると考えておいていいと思います。で、逆にですね、このライン、金曜日の高値ですね、ここを超えてくると、次は 165.2 ぐらい、この高値ですね、この辺まで上昇すると考えますので、ここ何本か赤い水平線が引いてますが、その水平線を超えれば次のラインまで上昇する可能性、逆に
その水平線を下抜ければ次のラインまで下落する可能性っていうのが高くなってきますので、その辺を目安にトレードをしていくのがいいのかなと。今は一旦はこの黄色のラインを下抜ければ4時間足でのオレンジの平行チャンネルのセンターライン付近、もしくは水色のライン、日足の三角持ち合いの上限付近まで下落すると考えてます。そして金曜日の高値を上抜けて、そしてその高値でサポートされるようなことがあれば 165.2 付近、もしくは最高値ですね、166.4 付近まで上昇する可能性がありますが、まずはこの緑の平行チャンネルの上限付近が次のレジスタンスになってきますので、そのあたりから再び下落して平行チャンネルのセンターラインを目指す可能性もあります。基本的に日足も4時間足もストキャスティクスは下落中ですので、今は下落優位と思ってますが、一旦金曜日の高値を上抜けると165円ぐらいまで上昇する可能性も考えておきたいですね。そして現在1時間足に描いているこの赤いラインとか、この平行チャンネルとかYouTube の画面では見にくいのかもしれませんので、もし詳しいラインが見たいという方はブログも更新してます。そちらの方でこの画像も載せてますので、そちらを見ていただいても結構ですし、またそのブログで使った画像は Twitter でも配布してますので、よければ Twitter のフォローをしていただきますと毎日画像を配布してますので、ご興味があればフォローをお願いします。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。プライム会員価格は徐々に値上げを予定してますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。